お疲れ様です。木戸さんキッチンです。今日はですね、ワンポットパスタの基本の作り方、クリーム編いって牛乳でも美味しく濃厚に作れちゃうでーす。ワンポットパスタはフライパンとか鍋一つでパスタを茹でる、具に火を通す、ソースまで仕上げるを一つでやっちゃう超画期的なアメリカ生まれの調理方法なんですが、案外悩みの多い調理方法でもあるんですね。水の量がわからないとパスタ同士がくっついちゃうということはやっぱよくあります。で、今回はその悩みを解決したワンポットパスタの作り方のクリーム編をご紹介します。この方法を知ってもらえればお鍋一つでカルボナーラも作れちゃいます。それでは作り方を見てみましょう。はい、材料の確認ですね。塩、バター、小麦粉、パスタ、牛乳、水、カルボナーラ用のチーズと卵で、あとお好みの具です。クリームパスタ、バターがおすすめなんですけど、普通の油でも美味しくできます。それでは早速今日は2種類作っていきます。こっちは基本のクリームパスタ、こっちはワンポパカルボナーラを作ります。ではパスタを折ります。水入れます。塩入れます。バター入れます。具を入れます。今日はこっち基本のこれ定番かなと思うキノコ、しめじ入れます。でカルボナーラの方はベーコン、火をつけて沸騰させます。この沸騰させてる間に小麦粉と牛乳をよく溶いときます。これ少しだけ入れてこうやって溶くと溶きやすいです。でここでワンポットパスタのポイント、沸騰したらもうちょっとバター溶かしてオイルとパスタをよく和えます。この1回沸騰させることでパスタ同士がくっつかなくなります。先ほど小麦粉を溶いた牛乳入れます。軽く再沸騰してきたら火加減をごく弱火です。もう消えちゃうかなーっていうぐらいの火加減にします。こっちもごく弱火にします。蓋で蓋をしてからパスタの袋の表示時間煮ていきます。一つポイントがあって、早茹でパスタを使うときは茹で時間が5分以下のものを使うときは5分煮てください。3分茹での早茹でパスタを3分で作ったら僕は失敗しました。なので5分煮てくださいね。さらにもう一つポイント、なんで牛乳に小麦粉を溶いたの？これは牛乳だけでワンポットパスタこれ煮ていくとかなりあっさりした感じになっちゃうんですよ。なので小麦粉を溶いてとろみをつけます。そのとろみでクリームパスタ独特の濃厚さを演出するという感じですね。火が通ったみたいです。じゃーん。から火を止めてもらって軽く混ぜます。仮にちょっと水分が残っちゃった場合は煮込んで飛ばしてください。味見します。 OK です。薄かったらここで塩味で整えてみてください。でカルボナーラの方にはピザ用チーズをちょっと一つかみどさっとチーズ溶かしちゃいます。これ今日ピザ用チーズなんですけど粉チーズでもいいです。ただ僕粉チーズ高いんでピザ用チーズ使ってます。溶けてとろみがつけば OK です。さあ盛り付けて仕上げましょう。カルボナーラの方はここで卵黄のトッピングです。これ全卵でもいいんですけど全卵だとちょっと味が薄い感じになりますね。さあ完成です。召し上がれ。早速カルボナーラの方いただきます。やっぱもう混ぜちゃってよくこれ混ぜてください。絶対うまいですよこれ。いただきます。
これはもうね、うまいとかじゃないですね、幸せです。うまこれ、まさかあんなワンポットで作ったと思えないうまさです、本当に。うまっ。ね、こっちの基本の方もちょっといただいてみます。基本の方は素材の味がよく出ますね。美味しいです。結構キノコの味もしっかり出てて、めちゃくちゃ麺に染み込んでて美味しいです。これはいいですね。はい、ではいかがだったでしょうか。ワンポットパスタ基本の作り方クリーム編をご紹介させていただきました。3週にわたってオイル編、トマト編、クリーム編、この3つをお送りしました。で、この3つができちゃえばもうほぼ全てのパスタは作れるようになります。いろんなアレンジをして試していただけたら嬉しいなと思います。そして今日ご紹介したクリームパスタなんですけど、1人分だったら電子レンジでも作れちゃいます。それはまた僕が運営しているワンポットパスタ専門サイトワンポパーでご紹介しているので、そちらもご覧いただけたら嬉しいです。では最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。